どうして車に一人でいたの？おとなしく待ってなさいって言われた。それで、おばあちゃんは車から出て行ったのね。どのくらい車にいたの？わかんない。アニメ一つ分くらい。姑は猛暑日に娘を車に置き去りにして不倫相手とラブホに入っていったらしい。私が娘を助けるまでに15分くらいかかったので、娘が車に閉じ込められていた時間は45分くらいだろうか。娘をこんな危険な目に遭わせた姑は許せない。どうしてここに？私と娘はラブホの前で姑と不倫相手を出迎えた。ああ、車が、どうしてこんなことするの？自分の車の状態を見た姑は反響乱しながら車に駆け寄る。さて、ここからがお仕置きの本番である。私は29歳の会社員。夫の裕太は2つ年下で3年前に授かり婚をした。授かり婚だったので、結婚前は両親と義両親からの印象が心配だった。しかし、私の心配は必要なかったようで、両親も義両親も私たちの結婚と孫ができたことを喜んでくれた。もう結婚前に子供ができても頭ごなしに悪い印象を持たれる時代ではないのだろう。育休が終わって私が仕事に復帰したとき、それからは牧お母さんが娘のゆりの面倒を見てくれるようになった。これからの育児はどうなるかと不安に思っていたが、牧お母さんのおかげで解決した。義実家は歩いて来れるほど近くにあり、牧お母さんは専業主婦で時間の融通が利きやすい。そのため、私と裕太が出勤するくらいの時間に家に来て、私たちが帰宅すると帰っていくという生活になった。お母さん、いつもすいません。いいのよ。私はゆりちゃんと一緒にいることが楽しいから、好きでやっていることだし。ありがとうございます。本当に助かります。いつも言ってるけど、本当に気にしないでね。でも、明日は来れないのよ。ごめんね。いえ、前から聞いていることですし、1日くらい何とでもなりますから。牧お母さんには本当に助けられていて、頼りすぎて申し訳ない気持ちになる時もある。今もゆりが幼稚園に通っているので、仕事で帰りが遅くなる私たちに代わって、牧お母さんがゆりを迎えに行き、私たちの家でゆりと待っていてくれる。牧お母さんはゆりを車で幼稚園まで迎えに行くのだが、その帰りに時々ゆりをどこかに連れて行ってくれている時もあるようだ。そのため、ゆりは牧お母さんと過ごす時間が長く、よく牧お母さんに懐いている。おばあちゃんは好き？好き。頼っておいてなんだが、もしかするとゆりは私よりも牧お母さんの方が好きかもしれないと思って、少し寂しさを感じることもある。幼稚園では両親のどちらかが子供を迎えに来ることが多いので、おばあちゃんが迎えに来ることを不満に思う子供もいるらしい。しかし、牧お母さんはまだ51歳と若い上に孫がいるとは思えないほど美人だ。初めて牧お母さんと一緒にゆりをお迎えに行ったとき、先生に
私の姉と勘違いされた。美人なお母さんを自慢したい気持ちもあるが、この時はさすがに私は女性として少し悔しい思いをした。姑問題で悩む人は多いと聞くが、私と姑には何の問題もない。私は本当に家族関係に恵まれていると思う。そう思っていたが、これは勘違いで、私が問題が起こり始めていることに気がついていないだけであった。ありがたいことに、今日もマキお母さんがゆりを幼稚園に迎えに行ってくれている。そのはずなのだが、私が仕事を終えて帰宅すると、家には誰もいない。ゆうたはまだ仕事から帰っていないのだろう。マキお母さんとゆりがいないのは、一緒にどこかへ行っているのだろう。いつもなら私は家にゆりがいなくても、マキお母さんが一緒にいてくれているはずなので、それほど心配することはない。しかし、今日はいつもより帰りが遅く、すでに時間は夜の7時だ。どうしよう。お母さんに電話して確認した方がいいかな。でも、いつもゆりの面倒を見てもらってるのに、帰りをせかすようなこと言ったら失礼かな。私がマキお母さんに電話すべきかどうか悩んでいると、ゆうたが帰ってきた。私はゆうたにマキお母さんに電話してもいいか相談する。もう7時よ。電話した方がいいかな。でも母さんが一緒のはずだしな。確かに迷うところだな。あと1時間だけ待ってみるか。どうしてもマキお母さんに電話することに気が引ける私たちは少し待つことにした。すると30分後にマキお母さんとゆりが帰ってきた。ただいま。見て、またおもちゃ買ってもらった。ああ、おかえり、心配したのよ。私はゆりの笑顔を見て、ほっと胸をなでおろす。母さん、遅くなるなら連絡くらいしてくれよ。ごめんなさい。渋滞にはまっちゃって。あとちょっとで家に着くから連絡はいいかと思ったんだけど、こんな時間になってしまったわね。次からは気をつけるわ。マキお母さんは次から注意してくれると言ってくれた。これで今日のような心配をする必要はなくなるだろう。そう思ったが、それからマキお母さんがゆりを連れて出かけると、帰りが遅くなることが徐々に増えていった。ただいま。今日ね、クレープ食べてたの。おかえり。ちゃんとおばあちゃんにお礼言った？ゆりはマキお母さんとのお出かけが楽しいようだが、最近は私にとっては不安の種になりつつある。母さん、帰りが遅くなるときは連絡してって言ってるだろ。何よ、ちょっとくらい遅くなってもいいじゃない。私もゆりちゃんと一緒にいたいのよ。お母さん、ゆりの面倒を見てもらっているのは本当に感謝しています。でもこちらから電話したときは出てもらえませんか？今日も何度かお電話させてもらったんですけど。何よ、電話に気がつかないときもあれば、運転中で電話に出れないときもあるでしょ？それもそうですよね。すいません。ちょっと言い過ぎただろうか。マキお母さんはちょっと不機嫌そうな表情をしている気がする。マキお母さんとの関係を悪くするつもりはない私は反射的に謝ってしまった。マキお母さんも私たちとの関係を悪くするつもりはないらしく、またこれからは注意すると言って帰っていった。ゆりがいつも遅くまでどこに連れて行かれているのか気になる私はゆりに聞いてみた。ゆり、いつもおばあちゃんとどこに行ってるの？
お山？お城？話を聞いてもさっぱりだ。3歳の子供から出る情報ならこんなものだろう。山はドライブ、城は観光施設かレジャー施設だろうか。おばあちゃんとのお出かけ楽しい？いろいろなものを買ってくれるから好き。ゆりはマキお母さんと一緒にいるのが好きというわけではなく、物に釣られているということか。聞けば聞くほど謎が増えていく。お山に行ったり、お城で遊んだりは楽しくないの？アニメの方が楽しい。おばあちゃんがお車を運転してくれてるのに、アニメはやめようね。運転してないよ。ちゃんとおばあちゃんを待ってる時に見てるもん。おばあちゃんどっか行っちゃうの？どのくらいの時間？わかんない。アニメの歌が、最初の歌が4回くらい。ゆりはアニメ4話分くらいと言いたいのだろう。つまりアニメは1話30分くらいなので2時間くらいだ。ゆりにはアニメを見たり学習したりなどするために専用のタブレットを渡してある。私たちが子供時代では考えられないことだが、タブレットはおもちゃタイプなら1歳半から使えるものがあり、3歳のゆりも2歳からタブレットを使っている。私はゆりから聞いた断片的な情報を組み合わせて、恐ろしい考えにたどり着いてしまった。どうやらマキお母さんはゆりを車に残していくらしく、その間、ゆりは渡してあるタブレットでアニメを見て時間を潰しているようだ。私はまさかマキお母さんがそんな非常識なことをするはずがないと思いつつも、ゆうたに相談することにした。ゆりの話では、お母さんはゆりを車に残してどっかに行くそうなの。信じられないな。母さんがそんな非常識なことするかな。でも、本当にゆりを車に残してるなら心配だわ。今は梅雨だからジメジメするくらいで済むけど、これから夏になれば危ないわ。確かに心配ではあるな。ちょっと確認してみよう。翌日、私たちは娘を連れて遅くに帰宅したマキお母さんを問い詰めた。母さん、今日もゆりを連れてどこかに行ってきたのか？何度も電話してるのになんでいつも出ないんだ？遅くなるなら連絡しろって言ってるだろ。またその話？電話に出れない時もあるって言ったでしょ？それからゆりに聞いたんだけど、いつもゆりを車に置き去りにしてるって本当か？ゆりちゃんが？そんなことないわよ。マキお母さんは明らかに動揺している。私たちは顔を見合わせ、無言で互いの結論を確認した。もう母さんにゆりは任せられないよ。ちょっと待って、どうして急にそういうことになるの？今までゆりのことを面倒見ていただいたことには本当に感謝しています。でもさすがに車に置き去りにされているようではゆりを任せておけませんので、お願い、ゆりちゃんと一緒にいさせて。もうゆりちゃんを車に置き去りにしない。早く帰るようにもするから。マキお母さんは泣きながらゆうたにしがみついた。その姿を見ていると、今までゆりの面倒を見てもらっていた恩もあるし、いきなりゆりを任せないというのは極端すぎかもと思ってしまう。ゆうたの表情を確認すると、私と同じ考えのようだ。わかった。じゃあゆりを車に置き去りにしない。早く帰ってくる。約束してくれよ。もし約束を破ったら次はないからな。わかった。絶対に約束は守るわ。それからは
マキお母さんは約束を守って早く帰ってくるようになった。ゆりに確認すると、もう車に置き去りにもされていないようだ。マキお母さんが言ってわかる人でよかった。しかし、安心したのもつかの間。1ヶ月後にはまた帰りが遅くなった。母さん、次はないって言っただろ。それなのにまた遅い時間に帰ってきて。ごめんなさい。次からは気をつけるから。私はマキお母さんの言葉が信じられず、冷ややかに見つめる。ユータの表情を見ると、今回もやはり私と同じ気持ちのようだ。もう母さんにはユリを任せられないよ。そんな、私が迎えに行かなかったらユリちゃんはどうなるのよ。延長保育とかベビーシッターとか方法はいくつかありますから。そんなのユリちゃんがかわいそうよ。私に迎えに行かせてよ。まるで子供のようにダダをこねるマキお母さんに私たちは困惑した。それでもすでに一度はチャンスを与えていることもあり、ユータはきっぱりと言い放つ。次はないって言っただろ。もう話は終わりだ。私たちを冷たいと思う人もいるだろう。しかし、マキお母さんがユリを車に置き去りにしていた人だと分かっていたのであれば、対応が遅いと思う人もいるだろう。私は対応が遅かったと思う側だ。もしかしたら、今日もユリは車に置き去りにされたのかもしれない。私は今までユリの面倒を見てくれたマキお母さんが相手だからと気を使いすぎて言うべきことを言えなかったことを反省した。それから何度かマキお母さんはユリに会いに家へ来たが、その都度ユータが追い返すことが続いた。ちょっと気の毒だが、ここは心を鬼にしておくべきところだろう。マキお母さんにユリを任せなくなったので、私たちは幼稚園に延長保育を頼み、私とユータの帰りが早い方が迎えに行くようになった。早くても迎えに行けるのは夜の6時くらいだ。今までよりも2時間ほど遅いので、ユリの精神的負担になるのではと心配したのだが、ママ、遅くなってごめんね。別に遅くないよ。友達と遊んでるから、もっと遅くてもいいよ。そういうわけにはいかないでしょ。ユリは意外と平気そうだ。私が必要以上に心配しすぎなのだろうか。2週間ほど経つと、私たちがユリを迎えに行く生活にも慣れてきた。このまま順調に生活リズムが安定すればいいと思っていたのだが、ここで小さな問題が起きる。俺、来週の金曜から出張行くから、土日はユリのこと頼むよ。私も来週の土曜日は休日出勤が決まってるんだけど。そうなのか。ユリはどうしようか。今ならまだ単発の土曜保育の申し込みは間に合うと思う。土曜保育は午前中までだから、なんとか仕事を午前中に終わらせるようにするわ。今回はなんとか対応できそうだ。しかし今後は対応できない場面が出てくるかもしれないと思うと不安である。土曜日、私は急いで仕事を終わらせ、幼稚園にユリをお迎えに行った。しかしそこで大きな問題が起こる。あれ、ユリちゃんのお母さん。ユリちゃんならおばあちゃんが迎えに来ましたよ。そんなはずはないと思うんですけど。今日はご両親が仕事で迎えに行けないから代わりに来たって聞きましたけど。マキお母さんにお迎えは頼んでないし、それにどうして娘を土曜に保育園に預けたことを知ったんだろう。私が疑問に思っていると、スマホにメールが入った。そのメールは、娘の命が危険にさらされていることを知らせるものだ。
私はパニックを起こしそうになりながらも、なんとか冷静さを保ち、ユリの居場所へと向かった。ユリのいる場所に到着すると、その場所に私は驚愕。そこはラブホだった。ホテルの近くには山があり、外観はお城のようだ。ユリがマキお母さんとお山やお城に行くと言っていたのはこういうことだったのか。私はまたパニックを起こしそうになりながらも、駐車場でマキお母さんの車を探す。あった！私はマキお母さんの車を見つけて駆け寄る。中にはユリがいたので、私はまず窓を叩いてユリの状態を確認した。ユリは意識はあるが、汗だくでかなりぐったりしている。今の季節は7月の下旬で、今朝の天気予報ではしばらく猛暑日が続くと言っていたような気がする。そのため気温は35度以上は確定で、車内はもっと暑いはずだ。ユリはどのくらい車に閉じ込められているのだろうか。ユリをこんな状態にするとは絶対に許せない。私がラブホに到着してから2時間後、マキお母さんは見知らぬ男性とホテルから出てきて駐車場に向かおうとしている。男性の腕に絡みつき、女の表情をしていたマキお母さんだが、ホテルの外に私とユリが立っている姿を見て、一瞬にしていつものユリの祖母の顔に戻った。あなたたち、どうしてそこに？自分の目が信じられないのか。ユリがホテルの外に立っている姿を見て、マキお母さんは駐車場に視線を向けて自分の車を確認する。窓ガラスが粉々の車を見て、マキお母さんは半狂乱になりながら車に駆け寄る。ああ、車が、どうしてこんなことするの？わざわざ窓を割ることないじゃない。マキお母さんは自分のやっていることの重大性に気がついていないようだ。ここからは修羅場となるため、ユリが無事であることをマキお母さんに確認させたところで、ホテルの人に頼んで、ユリはスタッフルームに連れて行ってもらった。ユリがホテルへ入っていくことを確認した後、私は自分が出せる限界の大きさで、マキお母さんを怒鳴りつけてやった。ユリを一刻も早く助けるために窓を割る必要があったんです。私は車の中でぐったりするユリを発見した。ユリに意識はあるものの、私は一刻の猶予もないと思い、近くに転がっていたソフトボールくらいの石を投げつけて、娘が座っている席から一番遠い運転席の窓を割った。必要なこととはいえ、車のガラスを叩き割ることはそうそうないことなので、私の心臓はバクバクだ。当然、何事かとホテルのスタッフの人が駆けつけてくる。最初は私を不審者だと思って警戒したが、ぐったりした娘を見て、私の説明をちゃんと聞いてくれた。事情を知ったホテルの人は、涼しいスタッフルームに連れて行ってくれ、冷たいおしぼりやジュースをユリに渡してくれた。ユリ、大丈夫？うん、大丈夫。ジュースのおかわり欲しい。体を冷やすと、すぐにユリは元気になった。安心した私は涙がこぼれそうになる。優しいホテルの人たちにも感謝だ。ユリの体調が回復したので、何があったのか事情を聞く。どうして車に一人でいたの？私が車に一人でいた理由を聞くと、ユリはうつむいて黙ってしまった。どうやらマキお母さんに口止めでもされているようだ。ユリはよく食べ物やおもちゃを買ってもらっていたので、
おそらくそれが口止め料なのだろう。ホテルの人たちにジュースをもらったでしょ。ホテルの人たちがお話を聞きたいって。おばあちゃんにおとなしく待ってなさいって言われた。ゆりはうつむいたまま不安そうな声で小さく答えてくれた。心配しなくても大丈夫よ。ゆりのことは怒られないように守ってあげるから。車の中にはどのくらいいたの？アニメ一つ分。そのアニメを見た後にお母さんに連絡したのね。うん。アニメ一本分の時間と私がメールを受けてからホテルに到着するまでには15分くらいかかったので、だいたい45分くらいは車に閉じ込められていたことになる。最初はエアコンで車内の空気が冷えていたが、エンジンを切られたので、徐々に車内が熱くなっていったのだろう。ゆりはアニメ一本見終わった時に、車の中が熱くなってきたことに耐えられず、私に SOS メールを送ったのだろう。今日は猛暑日なので、数分で車内が灼熱になってもおかしくはないが、たまたま車を止めた場所がホテルで日陰になっている場所だったので、幸運にも少しだけ冷たい空気が保たれたようだ。それでも、あともう少し救出が遅かったらと思うと、私はゾッとした。ホテルの人たちはゆりの話を聞いて不思議そうにしている。私はその疑問に答える。娘が私に助けを求められた理由はこれです。私はゆりに渡していたタブレットの画面を見せた。この黄色のアイコンは緊急時に事前設定した場所に簡単にメールを送れるアプリなんです。使い方も簡単で、アプリを開いたらここのボタンをタップするだけです。連絡先には私のスマホが設定してあって、メールを送信した時間と場所が送られるようになっているんです。最初にマキお母さんがゆりを車に置き去りにしていると聞いた後、次からは注意するようにと約束して許したが、さすがに何の対処もせずに再びゆりを任せることはできなかった。そこでこのアプリを念のために入れ、使い方もゆりに教えておいた。タブレットを使いこなすゆりにとっては、このアプリを使うくらいは余裕である。こうして私はこのラブホにたどり着くことができ、ゆりを助けて、今こうしてマキお母さんの目の前に立つことができている。ゆりの面倒を見たがってたのは、不倫のために外を自由に出歩くための口実だったんですね。不倫のたびに友人と食事とかじゃいつか怪しまれますもんね。それにしても、どうして今日は娘が土曜日なのに幼稚園に入るって分かったんですか？断られると思ったけど、娘と出かけるために迎えに行ったのよ。そうしたら家に誰もいなくて留守だったから、もしかして二人が仕事でゆりを幼稚園に預けたんじゃないかって思って幼稚園を覗きに行ったの。そうしたらゆりがいたから。ゆりと一緒に出かけることが目的じゃなくて、不倫を隠すための道具としてゆりを連れて行っただけでしょ。それで、後でどうしてもゆりと遊びたかったって、また嘘をつくつもりだったんでしょ。ゆりの命が危険にさらされたことや、ゆりを不倫を隠すための道具のように扱ったことに、私の怒りは徐々に増していく。私がマキお母さんを怒鳴り続け、どんどん萎縮していくマキお母さんを見て、ここまでおどおどしていただけの不倫相手も会話に割って入ってきた。すいません。私も悪いんです。うるさい。あんたの話は後。勇気を振り絞って会話に入ってきたのだろうが、私の一括で不倫相手は瞬時にして、マキお母さんよりも萎縮した。
今は牧お母さんと話しているのだから邪魔しないでほしい。お母さん、車の閉じ込めがどれだけ危険なことか知らないんですか？でも、ちゃんと飲み物は渡してるし、短い時間のことだし。2時間のどこが短いんですか？この暑さの中で、ゆりは倒れる寸前だったんですよ。でも、ホテルの中に連れて行くわけにもいかないし、当たり前でしょ。そもそも不倫現場にゆりを連れて行くってどういう神経してるんですか？なんだか、牧お母さんを怒るのもバカバカしくなってくるような返事しか返ってこない。これは私の手には負えなさそうだ。わかりました。もう言い訳は結構です。警察の方、お待たせして申し訳ありませんでした。警察？ゆりの救出後、すでに警察は呼んでいた。先に私が牧お母さんと話したいとお願いをして、警察には見えないところで待っていてもらったのだ。警察官が現れたことで、牧お母さんの顔は真っ青になった。ついでに不倫相手の顔も真っ青だ。警察は大げさじゃない？私そんなに悪いことした？自分がどれだけ悪いことをしたのかは、警察署で実感してください。牧お母さんと不倫相手はパトカーに乗せられ、警察署へと連れて行かれた。私は牧お母さんと不倫相手が連れて行かれるのを見送ると、ゆりがいるホテルのスタッフルームへと向かう。本当にご迷惑をおかけしました。私はホテルの人たちに平謝りである。しかし、ホテルの人たちはいい人ばかりで、今度は旦那さんと2人で来てくださいと、笑って冗談を言ってくれた。下ネタはあまり好まないが、この時は嫌悪感は全くなく、むしろ怒られないと思って安心した。ゆり、帰ろうか。おばあちゃんは？男の人と一緒に先に帰ったわ。だからお母さんと一緒に帰ろうね。私はスタッフルームを出る前に深く頭を下げた。牧お母さんは監禁、誘拐、虐待などの複数の罪を問われることになった。ゆりを車に残すことを牧お母さんは軽く見ていたようだが、私の認識もまだまだ甘かったようだ。最終結果は1年の懲役刑。牧お母さんは想像を超える罪に問われることになり、私は驚いた。牧お母さんの犯した罪の中で一番重かったのは監禁罪だったらしい。監禁罪には罰金刑がなくて懲役刑しかないらしい。警察からの話でいろいろなことも分かった。牧お母さんの不倫が始まったのは去年の秋頃からだそうだ。ただ、不倫相手と出会ったのは3年ほど前で、牧お母さんがずっとアプローチしていたらしい。いい年して何をしているのか。冬もゆりを車に残していたことになるが、毛布や温かい飲み物などの寒さ対策で、なんとかゆりは寒い車内を乗り切っていたらしい。車の閉じ込めが危険なのは冬も夏も同じである。本当に無事でよかった。不倫相手はマッチングアプリで知り合った42歳の男性だった。やはり二人はいろいろなものを娘に買い与え、口止めをしていたようだ。その不倫相手は既婚者だったらしく、牧お母さんは不倫の慰謝料を不倫相手の妻から請求されることになった。義父は牧お母さんが51歳にもなって不倫をしていたことに愛想をつかせて離婚。当然、私たちも縁を切った。そのため、牧お母さんが1年後に出所しても完全に一人である。
誰に頼ることもできず、仕事や住むところを探し、一人で孤独に生活することになるのだろう。今は刑務所の中だが、出てきても地獄の日々は終わらないということだ。ゆりは猛暑日に車に閉じ込められたが、体調に問題はないようで元気にしている。ただ一つ困ったことがある。もうお城行かないの？私とマキお母さんがホテルの外でバトルをしているとき、ゆりはスタッフルームでお姉さんにパフェを食べさせてもらったらしい。ゆりはそのパフェがまた食べたいらしく、お城に行きたいと言い出すことがある。そのパフェはどんなのだった？このくらいの大きさで上にさくらんぼが乗ってて。じゃあ、もっと大きいパフェ食べに行こう。表面がいちごでいっぱいのやつ。こんな感じでいつもなんとかごまかしている。お年頃になるまでにお城のことは忘れてくれるように祈っている。また、私は今回の事件をきっかけにもっとゆりのことを大事にしないといけないと反省した。そのため仕事を辞め、パートに切り替えた。今はゆりとの時間が増え、楽しく平和な毎日を過ごしている。